二人とも。あの時、私があそこで明日の練習しようなんて言い出したから、いけないんだ。そもそも最初からセットの飾り付けなんてしようとか言い出さなかったら。いいえ、違います。違いますよ、ひろみちゃん。やっぱり私の不幸のせいです。普通はちょっと転んだだけであんなことにはならないですし。いえ、森久保なんかがやれるかもなんて勘違いしてしまったせいで、コードに引っかかって。私のせいです。プロデューサーさん、お帰りなさい。本当は帰るどころかどこかへ消えてしまいたいくらいでしたけど。でもプロデューサーさんは私のせいでいろんなところに謝ったりしなくてはいけなかったわけですし。ですので、机の下とかじゃなくて、ちゃんと事務所で待ってなきゃなって。ごめんなさい。プロデューサーさん、ごめんなさい。私がいけないんだ。蛍ちゃんもののちゃんも悪くないの。私できるって思っちゃったの。今の私なら前と違って大丈夫だって、うまくできるって。ごめんなさい。ごめんなさい。どうしてプロデューサーさんが謝るの？失敗したのは私なのに。私の不幸のせいなのに。森久保のせいなのでは。そんな。でも私。挑戦、今日みたいに失敗してしまうかもしれないのに、それでもまた挑戦っていうのしていかなくちゃなんですか。うまく言えないけど、それって怒られるよりも厳しいよ。さっきまでは何でもできそうな気がしてたのに、失敗しちゃった今は挑戦とか考えるのも怖いの。これじゃあアイドルになったばかりの頃に元通りっていうか。ひろみちゃん、きっとそんなことないですよ。蛍ちゃん、さっきどうして飾り付けしたいのかって聞いたとき、ひろみちゃんは一人じゃできないことをしたいからって言ってくれました。その一人じゃできない中に私も入ってるんだって
思ったら、すごく嬉しかったんです。この事務所に来るまで、私、友達と何か作ったりとか、全然なかったですし。だから、たとえ失敗しちゃっても、ひろみちゃんがそう言ってくれる人だってことや、私の嬉しかった気持ちまでは、元通りにはなりませんから。森久保は、アイドルにされてしまってこの方、無理な挑戦をさせられてばっかりでしたけど。でも、ひろみさんやほたるちゃんは、さほど無理もなく、森久保に合わせてくれて、それでいて、キラキラしていて、二人とも、森久保と同じ、引っ込み思案な方なのに、すごいなーって、いいなーって、思ったんです。もしかしたら、森久保にも何かできるかもって。だから、今回のお仕事も、本当は無理と言いたいんですけど、でも、お二人と同じ歩幅で踏み出せるなら、もうちょっとだけ挑戦をしてみたいんです。ののちゃん、ほたるちゃん、プロデューサーさん。支えてくれるプロデューサーさんのためにも、必ず挽回してみせるよ。まだ今回のお仕事だってたくさんありますからね。撮影は後回しになっちゃいましたけど、ミニライブのステージもありますし。はい。ありがとう、プロデューサーさん。プロデューサーさんはああ言ってくれたけど、私の勇気なんてアイドルとしてやっていくには足りないのかもしれない。勇気だけじゃない。歌もダンスも笑顔もうまくないし、特別なことなんて何もできない。すぐ調子に乗っちゃって過信して、それで失敗して。こんな私、やっぱり本当はアイドルに向いてないのかな。でもたとえ向いていないとしても、アイドルになって世界がキラキラして見えたのは本当で、今はもっと先が見てみたい。このキラキラの先にある世界を。だから勇気を出して進むんだ。みんなと
一緒に。ひろみちゃん、ののさんやプロデューサーさん、他のお仕事でご一緒させていただくアイドルの皆さん、私と一緒にお仕事をしたりユニットを組んだりしたら、私の不幸が皆さんにも移ってしまうかもしれない。失敗してしまうかもしれない。嫌われてしまうかもしれない。それはあまりにも怖くて、今でも時々仲良くしてくれる人たちからも距離を取ってしまうことがあります。けれどきっとそれじゃダメなんだ。ファンのみんなを幸せにしたいのと同じくらい、私はひろみちゃんやののさん、みんなに幸せになってほしい。私とユニットでよかったって、よかったって、幸せだって心の底からそう思ってもらえるように。だから踏み出さなくちゃ。人がいっぱい。なんだか今日は特に多いような人混み。いつまで経っても苦手なんですけど、ライブ会場どころか事務所にたどり着くことですら、森久保にはいつも困難で、森久保には他にも苦手なこといっぱいありすぎて、アイドルはもちろんですが、ステージでお客さんの方を向くとか、目を合わせたりとか、絶対無理なんですけど。でもこれまでに何度かできてしまったのも事実で、いつぞやはスポットライトと衣装の力を借りて、いつぞやはヒャッハーしてやけくぼで、それでも森久保にしてはありえないほど頑張ったと思いますけど、ミレイちゃんやしょうこちゃんがいてくれましたし。でももしかしたら、ほたるちゃん、ひろみさん、森久保と近い歩幅の二人とステージに立ってしまったら、森久保、いつもの森久保のままで、森久保のことを応援してくれるお客さんの方を笑顔で前を向くことができるかも。いえ、できないかもですけど。
でも挑戦はしてみたいので、だからまずこの人混みを乗り越え事務所にたどり着かなくては、誰にもぶつからないよう隙間をささっと。この足場のリフトがせり上がって舞台に出るんですね。保証しなければ。スタッフさんたちが何度もチェックしてくれてるので平気だと思いますけど、本番では森久保の心臓も口から出てしまうかもですが。ねえ、蛍ちゃん、ののちゃん、今日のステージ自信ある？あんまり運のなさには自信あるんですけど。森久保はいつも通りです。私も全然ないよ。でもレッスンでやってきたことちゃんと発揮できれば、来てくれた皆さんやプロデューサーさんの期待に応えるためなら。自信が足りないのでしたら3人でちょっとずつ持ち寄って集めれば。自信も勇気も3人でかき集めれば1人分くらいにはなるかもしれないよね。すぐ隣の2人の不安な気持ちよく知ってる。まるで鏡に映った自分みたいで、心臓がドキドキしてるの伝わってくる。繋いだ手もちょっと冷たくて震えてる。それはもしかしたら自分がそうなだけで、隣の2人にもそうであってほしいって思ってるだけかもしれませんけれど、だからこそ隣の2人のほんの小さな勇気がすごく輝いて見える。願わくはその勇気が私にもあって、3人で一歩踏み出せますように。はい、それじゃ行こう。せーの。ステップ。おはようございます。あ、プロデューサーさん、お疲れ様です。今日は少し早く来すぎてしまって、プロデューサーさんは。おーっと、みゆちゃんもプロデューサーも静かに静かに。シンさん、どうかしたんですか？ほれほれ、あれ見てみ。はあ。
くしゃ。ひろみちゃん、ののちゃん、ほたるちゃん、事務所のソファーで寝ちゃったんですね。レッスンにライブに撮影に、みんな最近すっごい頑張ってたからな。そうですね。でもその分みんなとても成長していると思います。っていうか若いもんに負けてらんないっつうか、プロデューサーハートたちにも何かお仕事ちょうだいちょうだい。シンさんの声がやっべえ、起こしちゃった。ごめんな。シンさん、それにミユさん、プロデューサーさんもおはようございます。そっか、私たち事務所で寝ちゃってたんだね。きっと疲れが溜まっていたのね。まだ寝ていていいんですよ。平気です。ちょっと寝たらすっかり元気になったから。これが若さのパワーか。今回のお仕事はどうでしたか？3人でいろいろなことに挑戦してみて。はい。森久保にとっては例によって大変でしたけど、つまずくこともあったけど、でも絶対みんなでまたステージに立ちたいです。頑張って歌うみんなの姿、めっちゃ可愛かったぞ。よかった。落ち込んでいたみたいだからちょっとだけ心配でしたけど、プロデューサーもちゃんとみんなをフォローしてやったみたいだな。偉いぞ。プロデューサーさん、これからも私たちを支えてね。みんなまだまだ自分に自信が持ててないけど、だからこそ挑戦したいことたくさんあるんだ。それにライブや MV 撮影を通じて分かったこともあって。へえ、なに？はい、勇気も幸せも分け合えるってことです。お疲れ様でした。よかった。無事に終わって。本当に野外の撮影もあったから不安だったんですけど、天気にも恵まれてよかったです。チーフさん、それにディレクターさんも、その説は本当にごめんなさい。
ありがとうございます。あれ？プロデューサーさんってば、ご褒美今回はなしじゃなかったの？それじゃあ遠慮なく、森久保たちが美味しくいただいてしまうんですけど。はい、ちょっとだけ狙ってました。まるで絵本のお茶会みたいですね。かわいいケーキもあって幸せで。鳥が。カササギさんがホタルちゃんのケーキからイチゴをくわえて飛び去ってしまいました。大丈夫です。一番上のイチゴを持っていかれただけで、下の方は綺麗なままですから。落っことしてしまったり、転んで皆さんのケーキまで台無しにすることに比べれば、むしろ運がいいですし。だからいただきましょう。ののちゃん。はい。二人のイチゴが私のケーキの上に。そんな、二人とも悪いですよ。悪くないよ。ホタルちゃんが喜んでくれるなら私たちも幸せだし。それにきっと立場が逆ならホタルちゃんも同じことをしてくれたと思いますので。幸せも不幸も勇気も分け合って進める。だからユニットなんですね。そうだね。それじゃあ皆さんでいただきます。